日本語なのになぜ泣けるんだ。世界中の SNS にそんなコメントが溢れているのだ。言語も文化も違う、会ったこともない外国人が日本語の歌詞を聞いただけで涙を流しています。一体何がそんなに心を揺さぶっているのだ。2023年から世界の音楽チャートで信じられない現象が起き始めました。Spotify のグローバルランキング TOP50 に日本語の曲が次々と食い込んできたのだ。しかもその曲たちを聞いた外国人はこんな言葉を残しています。日本語は一文字もわからないのに、なぜか感情が体に入ってくるのだ。英語でも韓国語でもない。なのになぜこの音楽だけが私の魂に届くのか。国境を越えた不思議な感情の共鳴なのだ。その中心にいたのが YOASOBI のアイドルでした。アニメ推しの子の OP として公開された瞬間、世界が一瞬でひっくり返ったのだ。日本語の楽曲としては史上初めて Spotify のグローバル TOP50 にランクインしました。アニメを見て感動した外国人が主題歌を調べた瞬間に日本語の音楽の世界へと引き込まれていったのだ。アイドルという曲名の通り、この楽曲は全世界で一つのムーブメントを生みました。外国人がアイドルを日本語のまま覚えて歌うようになったのだ。アイドルはリリースから1年以上経っても世界中でストリーミングが続いています。名曲は時間が経っても聴かれ続けるのだ。ブラジルの10代の女の子がアイドルを推すこと、アイドルを愛することをこの曲で初めて日本語で覚えたと語りました。言語を超えて感情だけが伝わったのだ。アメリカの高校生はアイドルを聴いて日本語の勉強を始めたといいます。音楽が言語学習の入り口になったのだ。それほどまでにこの音楽には言葉では説明できない何かが宿っているのです。エイドゥもそうです。ワンピースの映画フィルム RED の主題歌新時代が世界的な大ヒットを記録しました。海外のライブ会場では外国人が新時代を全員で日本語で叫んでいたのだ。観客の大半が外国人なのに日本語の歌詞が完璧に響き渡っていました。なぜこんなに声に力があるのか。世界中がエイドゥの歌声に圧倒されたのだ。エイドゥは一度も顔を公開せず覆面歌手です。それでも世界から熱狂的な支持を集めています。中身だけで世界を動かしたということなのだ。音楽には見た目は関係ないという事実をエイドゥは世界に証明しました。歌声一本で世界に立つ。それが日本の強さなのだ。富士風の海外公演では驚くべき光景が広がっていました。外国人のファンが一曲丸ごと完璧な日本語で歌い上げていたのだ。岡山弁のニュアンスまで再現しながら泣きながら歌う外国人の姿がありました。何を言っているかわからないのになぜかこの人の気持ちがわかる。そんなコメントが世界中で溢れているのだ。富士風の楽曲は欧米、中東、東南アジアとあらゆる文化圏の人々に刺さっています。日本の感性が世界の全ての人に届いているのだ。そして欧米の音楽プロデューサーたちがこぞって Jミュージックを研究し始めました。英語以外の音楽が世界で売れるはずがないという何十年もの常識が崩れ始めたのだ。K、P.O.P が英語の歌詞を混ぜて世界を攻略したのとは全く違うアプローチです。 J ミュージックは一切の妥協なく日本語のまま正面突破で世界を動かし始めているのだ。ではなぜ日本語の音楽だけが言葉の壁を越えられるのでしょうか。外国人の音楽研究者はこう分析しているのだ。日本語の音楽は感情を直接言わない。これが最大の秘密だというのです。直接言わない？どういうことなのだ？例えば悲しい時に悲しいと歌わずに夕暮れの空に消えた影を追うと歌います。聞く側が自分の感情を投影できる余白が生まれるのだ。これを余白と行間の美学と呼びます。日本の俳句や短歌でも同じ手法が使われているのだ。言わないことで伝えるという日本独自の美学が音楽の中にも息づいているんです。日本の文化の深さが音楽にも宿っているのだ。翻訳できないのに感情だけが伝わる。これが日本語音楽の奇跡の正体です。日本語って実は音楽に向いている言語なのかもしれないのだ。日本語の母音の豊かさと言葉の間の取り方が音楽的な表現を無限に広げているんです。英語や中国語には出せない独特の響きがあるのだ。実際に海外のリスナーはこんな言葉を残しています。日本語を理解していないのになぜか泣けてしまう。これが音楽の本来の姿だと思ったのだ。この音楽だけが私の気持ちを言葉なしで理解してくれる気がする。言語を超えた感情の共鳴が世界中で起きているのだ。さらにアニメとの相乗効果もこの現象を加速させています。アニメを見て感動した外国人がその主題歌を検索するのだ。すると日本語の音楽に初めて触れ、その世界観にどっぷりハマっていく。鬼滅の8術回り戦進撃の巨人
全部そのパターンで世界に広がったのだ。アニメと音楽の組み合わせが日本の文化を世界に届ける最強の武器になっているんです。2024年、多くの日本人アーティストが海外ツアーを開催しましたが、チケットは発売から数分で完売。日本語の歌しかないのに、外国人が数時間並んで待つのだ。これはもはや海外でも聞かれているというレベルではありません。完全に文化として根付いているのだ。音楽と言語と文化が一体となって世界の心を掴んでいる。これが J-POP 革命の正体なのだ。欧米の音楽評論家はこう書いています。J ミュージックは K、P と違い、グローバル化のために言語を変えない。それでも世界に届く。これは音楽史上の奇跡だと。P は世界に合わせた。J ミュージックは世界を日本に合わせさせた。という表現もあるのだ。妥協しない日本の音楽が世界を動かし始めました。この現象の裏には、日本の音楽制作者たちの長年の妥協しない精神があります。世界に売りたいからという理由で、英語に変えようとしなかったのだ。日本語でしか表現できない感情がある。その信念が今になって世界に証明されつつあります。言語の壁は越えられるという事実を日本の音楽が証明したのだ。面白いことに、日本語を全く知らない外国人が日本語の歌詞を必死に覚えようとします。この言葉の意味は知らないけど、この音が好きで離れられない。そう言って辞書を引く外国人がいるのだ。音として、リズムとして、日本語そのものが一つの楽器になっています。これこそが Jミュージックの本当の強さなのだ。ジャンルも問いません。アイドル系からジャズ、フォーク、シティポップまで幅広い日本の音楽が世界中で愛されています。日本の音楽の多様性もまた魅力の一つなのだ。シティポップなんて言葉が海外で一人歩きして、昭和の日本のポップスが再ブームになっています。しかし一方で、この現象に最も気づいていないのが日本人自身だという皮肉があります。Spotify のグローバルチャートに日本語の曲が入っていることを知らない日本人の方が多いかもしれないのだ。静かに、しかし確実に世界の音楽地図が塗り替えられています。日本語の音楽が世界を征服する日がもう始まっているのかもしれません。言葉が違っても感情は同じなのだ。それを証明しているのが他でもない日本の音楽です。日本の音楽はまだまだ世界への旅を続けているのだ。あなたの好きな日本の音楽は何なのだ？ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録と高評価でたくさんの人に届けてほしいです。グラミー賞の選考委員がこう語っています。日本の音楽には説明できない引力がある。どんな文化背景を持つ人でも引き込まれる力だと。それは偶然じゃないのだ。何十年もかけて積み上げた日本の音楽文化の底力なのだ。今まさに世界中の若者が日本語を学ぶ理由の一つに音楽を挙げています。音楽が言語学習の入り口になっているのだ。日本の音楽は国境を越えた架け橋です。これからも日本の音楽から目が離せないのだ。あなたも一緒にこの奇跡の旅を見届けましょう。ところで、日本の音楽が世界に広がった背景にはインターネットと SNS の力も大きいのだ。TikTok や YouTube で偶然出会った日本の曲がその人の人生を変えることもあるんです。音楽は偶然の出会いから始まるのだ。チャンネル登録をして次の動画もお楽しみに。また一緒に日本の秘密を探求するのだ。